ご注文はお決まりでしょうか？コーヒーセット2つで、それとこの間はごめんなさい。は急に何？この前は注文するのを忘れて失礼なことをしちゃったから、きちんと謝っておきたかったんだ。ああ、そういうこと？別に気にしてないわ。気がついて注文してくれたし。それでもお店にも君にも迷惑をかけちゃったから。もういいったら。今日はちゃんと注文してくれたし、いつまでも根に持ったりしないわよ。そっか、よかった。この間は本当に悪いことをしちゃったと思ったから。したかった話はそれで全部？もういいなら注文を通したいのだけれど。あ、大丈夫。それが言いたかっただけだから。ありがとう。話を聞いてもらえてよかった。安心したよ。さてと、それじゃあ早速今日分かった情報を整理してみようか。まず黄昏調査クラブの調査目標である新しい噂話について。これは谷崎さんが保健室の絶叫という怪談話を教えてくれたよね。他に怪しい情報もないから今日の放課後保健室の様子を調べに行ったわけだけど、探しきれてない可能性もあるけど入り口は見つけられなかった。与謝野さんは何も知らない様子だったし、多分まだ異界は発生していないんだと思う。保健室で人が消えたって話も聞かないし、しばらくは様子見かな。あとは芥川のことだけど、正直彼のことはよくわからない。どうも僕たちのことを敵視してるというか、随分嫌ってるみたいなんだけど。異界で会ったのが初めてだと思う。異能を使える僕たち以外の相手。なんとか協力できないかなって思ったけど、今日の様子を見る限り無理な気がする。ひとまず芥川については異界で敵対するような状況にならないよう気をつけるっていうのが今できることかな。そしてここからが本題。昼休みに谷崎さんが言っていたことについて改めて考えてみたんだけど、やっぱり今発生している異界は大間学園の七不思議が元になってるんじゃないかと思うんだ。昼に話したこと覚えてる？もしかしてだけど、異界の発生って学校の七不思議に関係してるんじゃないかな。学校の七不思議ですか？だって開かずの間に無人のピアノでしょ。それってどこの学校でも聞くよくある怪談話って感じじゃない？人の噂が怪異を生み出すのだとしたら、一番人に知られてそうなのってそういうものじゃないかな。その後に谷崎さんが教えてくれた保健室の噂もこの学園に伝わる七不思議だった。開かずの間、無人のピアノ、
そして今回の保健室の絶叫。異界になっている噂は全て七不思議が元になっていることになる。つまり七不思議が原因だとするなら、なんとなく学園の噂を集めるよりもずっと的確な調査ができる。だから今後は残りの七不思議を調べてみるのがいいと思うんだけど、どうかな？うん、これで今後の方針は決定だね。一応七不思議の定義についても休み時間に軽く調べてみたんだけど、例えばトイレの花子さんなんて有名だと思うけど、地域によってその内容はまちまちなんだ。共通しているのは外見と花子さんに呼びかける行為まで。一番知られている形式で言えば、3階のトイレで3番目の扉を3回ノックするみたいな内容だけど、地域によってはその部分すら違っている場合もあるらしいんだ。だから僕たちも七不思議を調べるなら大間学園の七不思議を調査しないといけない。それこそ保健室の絶叫みたいな大間でしか存在しない七不思議があるかもしれないからね。なかなかに面白い話をしていますね。うわ、誰？失礼しました。興味深い話が聞こえたので思わず声をかけてしまいました。おどちら様でしょうか？ああ、私のことはお気になさらず、偶然通りかかっただけの親切お兄さんですから。はあ？学園の七不思議ですか。怪談話における普遍的なテーマですね。どの場所どの学校でも聞くような話ですが、噂によって拡散されるという性質上、その内容には不明瞭さが伴います。例えば七不思議と言いながら謎が7つ存在しない、あるいは7つ知ると災いが降りかかる、知られざる8番目が存在するといった形式もあることを知っていますか？長きにわたり多くの生徒に語り継がれた七不思議という人が生み出す共通認識、実に面白いですね。七不思議が7つ存在しない？それに知られざる8番目って、よかったらもう少し話を。あれ？いない？そうなんだ。今の人一体。ったく相変わらず古文の授業ってのは眠くなるぜ。今日は最後まで起きてたのかい？明日は雨が降るかもしれないね。うるせえよ。席が後ろだからっていちいち口出ししてくんじゃねえ。てめえは俺の母親かっての。誰があんたの母親だい？やめとくれ。
あんたやればできるんだから、授業をちゃんと受ければいいじゃないか。何を意地になってるのか知らないけど、せっかく学園に通ってるんだ。その方がよっぽどいいと思うよ、私は。真面目なのは性に合わねえ。そういうのはクソ兄貴だけで十分だ。お兄さんね。なんだよ。あんた嫌ってるという割には飽きずにお兄さんの話ばかりするじゃないか。そんなわけねえだろ。たまたま話に出たからってからかってんじゃねえ。はいはい、たまたまね、たまたま。まったく素直じゃないね。てめえ。まあいいじゃないか。どうせ立原が一方的にお兄さんを気に入らないだけだろ。話を聞く限りいいお兄さんじゃないか。反抗期もほどほどにしとくんだね。分かったような口聞きやがって。今日も保健室か。当然だろ。私を誰だと思ってるんだい。いや、ただの保健委員だろ。さーて、まずは消耗品の点検からかね。今日は静かだね。誰も怪我してないってのはいいことだ。昨日の芥川は辛そうだったが、来てないってことは今日は調子がいいんだろう。そういえば昨日敦ともう一人変なことを聞きに来てたけど、あれは一体何だったんだろうね。おや、今日は誰も来ないと思ってたんだけど、一体どんな怪我を。やあ、与謝野くん、保健委員の業務は順調かい？せっかく静かだったのに面倒なのが現れたね。何しに来たんだい、森先生。与謝野くん、ひどいじゃないか。養護教諭が保健室を訪れるのは当然だろ。普通養護教諭は保健室にいるもんなんだよ。ところがあんたと来たら私に任せっきりで、ろくに顔も出しやしないじゃないか。もちろんその件に関しては私も悪いと思っているよ。しかし教頭職との兼任は想像以上に大変でね。与謝野くんなら応急処置は任せられるし、必要であれば私に連絡するだろう。そういった合理的判断のできる人間が代わりにいてくれると助かるのだよ。まったく都合よく生徒を使っているだけじゃないか。まあいいさ。私が保健室で好きにできているのはあんたのおかげなわけだからね。与謝野くんならそう言ってくれると思っていたよ。私が全幅の信頼を受ける人間は数が少ない。君には感謝しているよ。いつも助かっているさ。薄っぺらな感謝を伝えられてもね。ああ、そうだ。森先生にちょうど渡すものが。あったあった。はい、これ。これは医薬品のリスト？保健室で不足しているものの一覧さ。発注はあんたの仕事だろ。この手際の良さこそ私が君に保健室を任せている理由だよ。
では私は備品の発注をしに戻ろうかな。何か問題があれば声をかけなさい。さて、これでうるさいのが一匹いなくなったわけだが、外にいるあんたたちはいつまでそうしてるつもりだい？もしかして僕たち見つかってます？すみませんでした。まあ、何か問題を起こされたわけじゃないけど、いい気はしないね。それで隠れてこそこそと何をしてたんだい？どうしよう。異界のことは与謝野さんには話せないし。どうしたのさ？いえ、なんでもないです。実は僕たち七不思議に興味があって。はあ？だから保健室の様子を観察して実際に起きるのを待ってたって？そうなんです。まあいいさ、悪気はないみたいだし、今回は許してあげるよ。正面からちゃんと来てくれりゃ、病人も怪我人もいない時なら話くらいは聞いてやるさ。ありがとうございます。まったく、今日は静かに過ごせると思ったんだけどね。珍しく森先生まで顔を出してくるし、役日だよ、まったく。そういえば教頭先生もいましたけど、養護教諭を兼任されてたんですね。さっきのは森鴎外先生、大間学園の教頭先生だよ。僕も初めて知ったんだけど、保健室の先生も兼任してるみたいだね。まあほとんどお飾りみたいなもんさ。あの人が養護教諭だって知ってる人間の方が少ないはずだよ。そうなんですね。もしかして与謝野さんって教頭先生とお知り合いなんですか？はあ？なんだやぶから棒に。いえ、教頭先生との話し方がだいぶ砕けた感じだったので。ああ、ま、隠すことでもないんだけどね。森先生とは幼い頃からの知り合いなんだ。いわゆる命の恩人ってやつさ。命の恩人ですか？今じゃそう見えないかもしれないけど、あの人教職に就く前は医者だったんだよ。この町で診療所を開いていた開業医でね。子供の頃の私はそこにインフルエンザで運び込まれた患者だった。バカみたいな高熱を出して生死の境をさまよってたみたいなんだが、ああ見えて医者としての腕は確かでさ。一日入院したら翌朝には嘘のように熱は引いてた。私はあの人の医療に救われたってわけだ。教頭先生がお医者さんだったなんてあんまり想像できないです。そうかい？まあ今じゃ何考えてんのかわからない。
変な教頭だからね。あの日のことは今でも覚えてるよ。熱に浮かされて苦しくて眠りたくても眠れなくて、そうしてるうちに現実と幻覚の違いが分からなくなるんだよ。子供の頃の私にはそれがたまらなく恐ろしかった。だからこそ熱が引いた時は心の底から安心してね。そこから私は医療に興味を持つようになったってわけさ。与謝野さんが保健委員をしているのはそれが理由？そういうこと。森先生と仲違いしてからは高校まで顔を合わせてなかったんだが。仲違いですか？ああ、余計なことを口にしたね。忘れておくれ。すみません。おや、お客さんだ。どこか怪我でもしたのかい？実は短距離走でこけてしまって。なんだい、血が出てるじゃないか。治療してやるから患部が見えるようにしてそこの椅子に座りな。悪いけど今日はここまでだよ。怪我人が来たから帰っておくれ。はい、わかりました。また来ます。あの日、熱に浮かされながら見た夢。病床の中、死にそうなくらい苦しくて、現実と幻覚の区別もつかなくなった時、蝶を見たことを鮮明に覚えてる。あれは熱に浮かされて見た幻覚だ。実体のないただの夢だけど、次の日目を覚ました私は嘘みたいに熱が下がってた。私にとって蝶は治癒の象徴、医療で救われた証みたいなもんなのさ。あの蝶を私もいつか人に見せてあげることができるのかね。やっと一息つけそうだ。すみません、失礼します。今大丈夫ですか？アツシかい。ああ、ちょうど全員の治療が終わったところだよ。それじゃあお邪魔します。今日は随分忙しそうでしたね。運動部の連中だよ。高等部に上がったばかりの子が張り切って無茶するんだろうさ。で、七不思議に熱を上げてる後輩たちは何か収穫があったのかい？いやそりゃ怪我の治療をしてるんだから痛くて当然だろう。もしかして七不思議とやらは私が原因だって言いたいのかい？そんなことないですよ。とにかく今日で分かっただろうが、この保健室に異常なんてないよ。保健室の絶叫だかなんだか知らないが、見張ったところで時間の無駄にしかならないんじゃないかい？
そうですね。もしかして異界の発生って結構時間がかかったりするのかな。そうだね。このまま毎日いるわけにもいかないし。話し合いはしまいかい？はい、一旦出直そうと思います。出直しても何もないと思うけどね。もし保健室でおかしなことが起こったらちゃんとあんたたちに伝えるよ。それは約束する。ありがとうございます。じゃ、今日はここまでだね。明日は武装生徒会が集まる日だから淳も忘れるんじゃないよ。失礼しました。保健室の話以外に流行ってる噂がないからここで間違いないと思うんだけど。とりあえず太宰さんには連絡したよ。気づいてくれるかはわからないけど、まだ学園にいるかもしれないし、太宰さんがいそうな場所を探してみようか。一体何してるんだろうね、あの子たちは。保健室の絶叫、人体実験された生徒の悲鳴ね。淳たちは妙にご就寝みたいだけど、そんなヨタ話を信じろってのも無理な話さ。だってそんな絶叫があれば私が必ず聞いてるはずだ。まあ学園の七不思議なんてそういうもんなんだろうけど。ん？なんだいこの悲鳴は。一体どこから聞こえて。まさかこれが淳たちの言ってた保健室の絶叫。そんな七不思議が本当に。